はい、2021年 RCDC、今日またブース紹介の方やってるんですけれども、今回はちょっと話題の双葉さんの方にありがとうございます。やってまいりました。すいません、ご担当の方お名前の方お願いします。カー担当の森田と申します。森田さん、はい、はい、ぜひともよろしく。森田さん多いですね、双葉さん。多いんですよ、ね、もう一人いるんですよ。もう一人いますよね、ネタが結構、なるほど、ちょっと体感温度を5度ぐらい下げてくると思いますもう一人います。じゃあね、早速見ていきたいんですけれども、まず大注目なのがこちらですよね。そうですね、はい、はい、10PX です。 10PX ですよね。はい、もう新時代を切り開くという出てるんですけれども、本体の方はね、こちらの方になりますね。はい、特徴的なことをちょっとお聞きしたいんですけれども、今回はですね、今まではこちら 7PX ですね。 7PX、はい、7チャンネルの送信機だったんですけれども、今回10チャンネルの送信機ということで10チャンネル搭載しました。10チャンネルをどうやって使いましょうって感じですね。そうですね、例えば今回なんかでは使う方いらっしゃらないんですけど、クローラーであるとか、ドリフトなんかでもこのドアを跳ね上げたり、なんかギミック系されてる方いらっしゃるんですけど、そういった方がね、クローラーなんかでも7チャンネルで足りなかったっていうお話聞きましたので、ごくわずかなユーザーの方なんですけど、10チャンネル対応しました。なるほど、みんな欲張りですからね。欲張りですね。欲張りですね。そんな欲張りな要求に応える双葉さん、さすがです。頑張りました。ね、今回こう見ていただければ分かるんですけど、かなり上面の液晶寝ているので、重心が下がっております。10PX の方ですね、全部新設計なので、重量が約 20g ぐらい軽くなっております。で、今さっき言ったようにこう上面が低くなっているので、体感的には 20g 以上軽く感じるのではないかなと思いますね。で、ここの液晶ね、ここがなんかスマホっぽくなりましたね。そうですね、かっこいいじゃないですか、これ。ぜひよろしくお願いします。この奥はなんか光るんですか？そうですね。テレメトリーがですね、入ってる時と入ってない時で、こういう感じで。なるほど。かっこいい。テレメトリーをオフにした時には、ノンテレメトリーランプと言いまして、なるほど。テレメトリーする時にはこれが外からテレメトリーしてるかしてないかっていうのが確認できるようになってます。じゃあ次の特徴に行きましょう。今回今ちょうどここ出てるんですけども、F4Gのシステム、双葉の開用としては4世代目の受信機ということで、F4G 搭載しております。これみんな勘違いしてるのが、スマホの 4G システムを搭載したって言っちゃうんですけど、全く関係ないです。全く関係ないですよね。で、これがですね、いろいろモードが選択できるんですけれども、同じモードでも、今までの TFHSR、TFH よりもレスポンスが速いまま、テレメトリー、要はオプションの温度センサーであるとか、回転センサーであるとか、そういったものが読めるシステムになっています。前は最速のレスポンスで、そういったテレメトリー見ることができなかったんですけど、今度はそれよりもレスポンスを上げつつ見ることが可能になっています。じゃあ上級者の人はよだれが出ちゃう。そうです。ぜひだらだらと出していただければ。じゃあもうこれ前の受信機とかも結構使えますね。前の受信機も SR、TFH と、あとは SFH と使えます。あとその他の特徴の方をね。そうですね。あとは今回ですね、このドリフトの大会なんですけれども、ここにですねモデルタイプっていうのを入れまして、ここノーマル、ビッグ5分の1カードなんですね。あとドリフト、ここを選択していただくことによってですね、あらかじめこちらにですねジャイロ感度ミキシングが入って、あと双葉製のですね、サーボの設定、ジャイロの設定、ESC の設定がワンプッシュでいけるように。なるほど。ジャービスと WX もあるんですね。もういけます。なるべくユーザーさんに負担をかけないような方がいいかなと思いまして、今回入れました。いつもユーザーインターフェース使いやすいですもんね、双葉さん。ありがとうございます。なるべくもっと使いやすくっていうことをコンセプトにやってますので。わかりました。じゃあその次の特徴としては、あとは今回ですね、フィーリング機能って入れたんですけど、これ今全力でレスポンス出してる状態です、最速の状態。これ入れることによってちょっとマイルドなフィーリングっていうんですかね、
をステアリングとスロットル個々に調整できるようにしてます。これは今までの送信機になかった機能ですね。なるほど、じゃあよりカスタマイズした感じ。そうですね。ちなみに受信機が、そうです。ここ置いて比較なんですけれども、これぐらい小さくうわ、なってます。すごい小さくなりましたね、はい、これ以前のものですよね。そうです。で、このアンテナレスがすごいなんか L 字になりましたね。はい、今回うちダイバーシティのタイプ取ってるので、この中に2個のアンテナが入ってるので、ちょっと高さは高くなっちゃったんですけど、より効率を求めてという形ですね。あと大きなところではそんな感じですかね。はい。あとなんかゲームで使えるっていう。そうですね。すべてのゲームではないんですけれども、こちらの方にUSB のUSB ポートがついてる、ついてるので、それによって有線で、ゲームコントローラーとしても使用可能っていう形ですね。なるほどね。まあどのゲームかっていうのはちょっとまだそうですね。わからないってですね。はい。一部のゲームという形。一部のゲームということですよね。そちらの方はね、皆さん確認の方してくださいと。あとここのスイッチ、そうですね。今回10チャンネルの送信機なので、やっぱ10チャンネルコントロールしようとすると、スイッチ類が多く必要になってくるので、こういったところでスイッチであるとか、あとここにもスライドスイッチ。そこにもスライド。あとパドルスイッチといってここですね。ここにもスイッチがあって、これ取り外すことは可能なんですけれども、あとね、こちらの 7XC とかね、ありますので、そんな感じですかね。はい、ぜひどうもありがとうございました。ありがとうございます。